どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。 B7 マン JP です。今回は今話題のゲームアペックスレジェンド、ごめんなさい、エーペックスレジェンドですね。こちらをプレイしていきたいと思います。こちらのゲームはですね、2019年2月5日にオリジンから配信が開始されたバトルロワイヤル FPS ゲームになっております。なんとこちらのゲーム、配信開始からですね、怒涛の勢いで人気がめちゃくちゃ爆発しております。聞いた話によりますと、わずか3日でなんとですね、1000万人以上のプレイヤーを獲得したそうです。実際僕もですね、配信されてから1日経って翌日にプレイを始めたのですが、かなりのプレイヤー数がいるみたいでですね、マッチングもめちゃくちゃ早いです。すぐにマッチングします。この Apex Legends というゲームですが、キャラクターがたくさんいるので、まずはそちらを軽く紹介していきましょう。はい、まずはこちらレジェンド。Apex Legends ではですね、キャラクターのことをレジェンドというそうです。言いますさあ、まずですね、僕がよく使うキャラクターブラッドハウンド、科学で敵を追跡するハンター、こちらを紹介していこうと思います。こちらですね、スキルが見れるんですけど、パッシブが、常に発動しているのが敵が残した痕跡を見つけることができるトラッカーというスキル。足跡がその辺に散らばってますので、それを追跡することができます。で、Q を押すと発動する戦術アビリティ。短い間だけ目の前の全構造物を見通して敵や罠、手がかりを見破る。全能の目、かっこいいですね。一時的なウォールハックができます。次、アルティメットですね。ハンティングビースト、究極のハンターに変身する。五感が研ぎ澄まされることでわずかな痕跡を認識できるようになり、さらに動きも速くなると。これ強いです。疑似的なトランゾンっていう感じになっております。次、ジブラルタル、がたいのいいキャラですね。装甲要塞。こちらのキャラクターパッシブがガンシールド。標準機越しにエイムを行うとガンシールドが展開し、被弾を防ぐ。エイムをするときですね、右クリックを、初期設定だとですね、右クリック1回押すとエイム、になるんですけど、エイムモードになるんですけど、スコープを除く動作を取るんですけど、その時にですね、目の前にシールドが貼られます。で、そのシールドで被弾を防ぐことができます。で、Q を押すとですね、戦術アビリティプロテクトドーム、攻撃を15秒間ブロックするドームシールドを投下する。これは指定の周りにですね、ドーム型のバリアを展開して全ての弾を防ぐことができるというスキルになってます。中からも外からも全ての弾を防ぎます。なので味方が撃ってるやつも防いじゃうんで、これは使い勝手がちょっと難しいスキルだと思います。次、 Z を押してアルティメット防衛爆撃、スモークでマーキングした地点に迫撃砲の集中攻撃を要請する。ドーンドーンドーンっていうね、爆弾投下をするわけです。強いです。さあ、次のキャラクターいきましょう。ライフライン、戦う衛生兵。こちらのキャラクターパッシブがですね、戦う衛生兵、ノックダウンされた仲間をシールドの壁で守りながら素早く復活させる。また回復アイテムを 25% 早く使用できるということで、これ結構便利なスキルでして、基本的にノックダウンされたらですね、味方を起こすことができるんですけど、その時間帯、起こしてる時間帯が 25% 早くなると同時にですね、自分の目の前にですねシールドを貼りますんで、全ての弾を通さないシールドを貼りますんで、バーっと打ち合ってる中で味方がやられちゃった、任せてちょっと起こすわって言って起こす時にですね、シールドに守りながら起こすことができるっていう、すごいシールドを、使いながら早く起こせるよっていうパッシブになってます。便利ですね、これは。9、戦術アビリティ DOC ヒールドローン、慈愛ドローン、ドローンオブコンベーション、ちょっと読めませんが、一定時間付近の兵士を自動的に治療すると。回復ドローンですね。これも狭い建物の中で戦いながら設置するとですね、
すごく便利なスキルとなってます。実際はまあ使ってみると多分どのキャラにも言えるんですけど、分かってみると分かると思います。次、アルティメットケアパッケージ。高品質の防御用装備を積んだドロップポットを要請する。アルティメットが溜まって使うとですね、支援物資を呼ぶことができるスキルになってます。中にはですね、すごい強いアーマーとかも入ってますんで、使い勝手はいいと思います。自分で Q をして回復もできて、なおかつケアパッケージ、支援物資呼んで、装備も整えることができるキャラクターになってるんで、割と使いやすいキャラクターなのかなと思いますね。ヒーラーポジションですね、ゲームでいうところの。次、パスファインダー。前線の、読めません。金層兵かな、金鉱兵かな。パッシブ、内部情報。リングの次の位置を明らかにする調査ビーコンをスキャンできる。これリングの収縮があるんですけども、パルスの収縮がありまして、そのスキャンをですね、次どこに行くんだろうなっていうことが結構割と分かりやすくなってます。戦術アビリティ、グラップリングフック。グラップリングフックで移動の難しい場所へ素早く移動できる。Q を押すとですね、フックをピューッとシュバーンと飛ばしてですね、壁に向かって、または地面、天井に向かってやると、そちらに向かってフックを飛ばして、立体起動ができるキャラクターです。使いようによってはめちゃ強いです。上手い人が使うと。僕は無理です。はい。アルティメット、ジップラインガン。ジップラインガンですね。誰もが使用できるジップラインを作り出す。移動ですね。あっちに移動したいんだけどっていう時にアルティメットでピュッとジップライン作ってやると、その上をシュッと。ジップラインに関しては後で説明します。ゲーム中に説明しようと思います。移動メインの立ち位置はヒーリングキャラクターになるのかな。そうですね、ヒーリングキャラクターになりますね。次、レイス。次元をまたぐ戦闘兵。パッシブ、虚空からの声。危機が迫ると謎の声が語りかけてくる。判断の及ぶ限りではこちらの味方をしているようだ。僕はあんまりレイス使ってないのでわかんないんですけど、多分これ敵が近くにいるよみたいなことを心の声が語りかけてくるみたいな感じですかね。Q 戦術アビリティ、虚空へ。虚空を通り安全かつ迅速に移動する。ダメージは一切受けない。これ結構強いスキルでですね、これを使ったまま敵に突っ込んで、敵を壊滅させる方法もあるんですけど、一番いいのは多分バーッと敵の中に突っ込んで1人2人ダウンさせて、Q を使って、Q 使ってる最中はダメージ一切受けないので、それでザーッと戻ってきて、一旦戦線を離脱するっていう使い方ができます。アルティメットディメンジョンリフト。日転換をポータルで60秒間連結する。これも移動スキルですね。瞬間移動ができるようになる。ポータルを設置することによってその間を瞬間移動することができるスキルです。使いようによってはマジで強いです。これもQ のアビリティと合わせて使うとですね、すごい戦術の幅が広がると思います。次、バンガロール。職業軍人。そのままですね。パッシブ駆け足。スプリント中に被弾すると移動速度が短時間向上する。これバーッと打ち合ってる時に、味方の弾じゃなくて敵の弾ですね。味方の弾を受けたらどうかわかんないんですけど、敵の弾バーンと当たっちゃった時にですね、足が結構速くなります。なんでそれを生かして、機動性が高まるとね、それを生かして敵を蹂躙したり逃げに使ったりってできます。9、戦術アビリティスモークランチャー。発煙管を高速発射し、射出ですねし、着弾時の爆発で煙の壁を作り出す。これはスモークですね。要はまんまなんです。スモークランチャーです。これも結構便利ですね。味方が倒れてる時にスモークをパッと張ってその隙に起こしてっていうことができます。Z アルティメットローリングサンダー。一帯をゆっくりと巡る支援砲弾を要請する。これさっきのジブラルタルのスキルと同じで支援砲弾なんですけど、ジブラルタルは要請したらですね、そのまま爆発する。ドーンドーンドーンっていう感じで、支援してくれるアルティメットの支援が入るんですけど、バンガロールはですね、ミサイルが地面にズボズボズボって刺さるんですよね、要請すると。でそれが一定時間経つとドーンドーンドーンと爆発していくっていうスキルになってます。これも結構強いです。次、コースティック。見てないですね、キャラクターの毒性トラップの使い手。はい。パッシブノックスビジョン。ガスの中を移動する敵を強調表示する。これですね、口述のことで
便利です。ガスの中で敵を見ることができます。それはどんな時に役立つかっていうと、こちらですね。戦術アビリティノックスガストラップ。強力なノックスガスを放つ容器を最大6つ配置する。射撃か敵の接近によって起動するトラップを設置します。このトラップ起動されるとですね、ノックスガス、黄色いガスがバーッと展開されまして、コードが一時的に阻害されます。そのガスにいるときは敵のコードが阻害されます。またダメージも食らうんですよね、ちょこっと。でその中は視界がすごく悪くてですね、さっきのバンガロールみたいなスモークとほぼ同じ状態になるんですが、コスティックはですね、その中を、見ることができるという、相手から、見えないんだけどこっちから一方的に見ることができるっていうパッシブを持ってます。 Z アルティメットノックスガスグレネード、これはですね、ノックスガストラップは、遅延なんですよね。射撃か敵の接近によって起動するんですけども、即時に使うことによって、指定の場所に、ノックスガスを噴出することができます。なのでうわーって戦ってる時にこれを敵にバスとぶつけて、ショットガンを持って突っ込んで倒すっていうことが可能です。これも本当に戦術の幅が広がりますね。次、ミラージュホログラフの幻術師。パッシブアンコール、ノックダウン状態になると自動的にデコイとクロークを発動する。効果は5秒間。これですね、自分が倒されちゃった時に自分のデコイをですね、行ってこいって言って走っていくデコイを、ミラージュそっくりのキャラクターそっくりのデコイを出すことができます。でクロークとは、何かというと、一瞬透明になるんですよね。5秒間透明になれるのかな、確かそうだったはずです。これも結構強いですね。透明になってるんで、味方がバーっと格キル入れに来てもですね、自分透明なのでどこにいるってなって、結果自分倒されないっていうことが起こるんで結構強いですね。9、戦術アビリティサイクアウト、ホログラフのデコイを発生させて敵を混乱させる。これは偵察スキルと言ってもいいスキルなんですけど、あそこ敵いるかもしんないな、あそこの角敵いるかな、あそこの家敵いるかなっていう時にそちらに向かって Q を使うことによって、もう一人の僕がタッ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 と走っていくスキルです。でこれを撃たれた場合これが消えるんですけど、撃たれたってことはそこに敵がいると、そこに敵がいるっていうことは戦術を立てやすいっていう風に、いろいろ状況を動かすことのできるスキルですね。 Z アルティメットファントム、ミラージュがデコイ集団を展開して敵の注意を引き、自身はクロークで身を隠す。影分身の術ですね。四方八方に分かれます。バシュッと。キャラクターの紹介はこんな感じですかね。はいどうも、この動画いかがだったでしょうか。今回ですね、本当はプレイ動画も一緒に撮る予定だったんですけども、このレジェンドの紹介で意外と時間をちょっと取られてしまってですね、時間が長くなりすぎてしまうので、今回の動画はキャラクター紹介、レジェンド紹介だけにしておこうと思います。プレイ動画はですね、実際に、次回の動画、Apex レジェンドの次回の動画で上げれたらいいなと、アップできたらいいなと思っております。最後にですね、この動画いいなと、少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、評価の方よろしくお願いします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。